どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。王光斎、半部ポンケン、あまねく、天下を打つ。そのように称えられ、史上最強クラスの力を持つと言われた。一打必殺の拳を持つ経験の達人、各雲子。その弟子にして中国中を練り歩き、さまざまな憲法の本質を抽出し、創意工夫の末に違憲、大政憲とも呼ばれる独自の憲法を作り出した憲法家。その彼の強さを物語るエピソードとして、16歳の時、武器を持った数十人の野党に襲われましたが、これを単身素手で立ち向かい撃退したとされ、後に王光斎は数が多い敵でも数人を倒せば、あとは恐れをなして逃げると述べたといいます。その多くの戦いの中にはボクシングの世界チャンピオンも含まれていたという話もあり、40代の時に上海でイングルというボクサーが、中国の武術は語るに足れると豪語し、それに対してその言葉を覆す希望として白羽の矢が立ったのが王光斎だったといいます。筋骨隆々のイングルに対して王光斎は送信にして朗ら、どう考えても一方的な展開になるかと思われていましたが、イングルが開始早々に放ったワンツーの右、王光斎はそれをガードするわけでもなく、何気なく上げたように思われた右腕がイングルの腕に触れた瞬間、相手は崩れ落ちていたといいます。しかもその瞬間、イングルは気絶していたのだ。後にイングルはイギリスのロンドンタイムズにて、私が見た中国憲法という文章の中で、私の腕が王光斎の腕に触れた瞬間、まるで電気で打たれたように感じ、心臓が飛び出すかと思った。中国武術、侮りがたしと述べていると言います。この後、王光斎は、拳は理を学べば正に至る。運用は虚実にあり。霊気は内より返事。力は遠くに行き。身の動き、猿の素早さに似て、頭歩は猫に似て軽く、筋肉に銅の力を含む、豪気長江を貫くという詩を読んだといいます。さらに後年には日本人の武道家やレスラーとも試合を行い交流をし、その中に後に外国人として唯一弟子入りを果たし、大気市政憲法を創始する沢井健一も含まれていました。沢井健一は幼少の頃に武道を学んだとされ、柔道5段、剣道4段、居合道4段を取得し、その後30代の一番脂の乗った時期に中国に渡り、北京にて60歳を迎えていたという王光斎と立ち会ったといいます。その時のことを沢井健一は、君強いのなんだ、私はかつてあんな先生にお目にかかったことがない。私も中国に渡る前は日本でかなり武道をかじった。柔道も5段もらっているし、三浦先生や徳三宝先生にも随分と稽古をつけてもらった。また居合道の方もかなり進んで、腕には自信があったつもりだよ。その私があの小柄な先生と立ち会い、めちゃめちゃやられてしまった。それも普通のやられ方ならまだ諦めもつくが、程度を越したやられ方をしてしまった。得意の柔道で組みつこうとするたびに何度も跳ね飛ばされる。そこで今度は先に組みつかせてもらうと、それで良いのかねと言われ、良いと言った瞬間、心臓を打たれ、またもや跳ね飛ばされていたと言います。後に沢井健一はこの時のことをピリッと刺すような、そして心臓が揺れるような変な痛さで恐ろしくなったと語っています。
さらに得意の剣でも挑みましたが、結果は全く同じで、その時王光斎は静かに剣も棒も全て手の延長なのだと静かに言われたと言います。完敗という結果にあまりのショックを受け、食事も喉を通らないほどで当たっていますが、後に弟子入りを決意。その際王光斎は、私の技は激しい滝を登る濃い以上で無から有を得るものである。教えて教えられず、習って習えず、万人中一人も習得が難しい技なのだから、どうせできるかどうかわからないものを何年も無駄な修行を積むより、初めから何も知らなかったものとして諦めて帰った方がよいのだと諭しますが、沢井健一は食い下がり、最後は決勝まで書き、弟子入りを果たしたといいます。しかしそこからの練習はやはり常軌を逸したものである。説明もなくただ立っていろと言われ、ほったらかされ、ひたすら立戦を続け、王光斎が姿を現すのは週に一度だ。それも稽古場を一周して何も言わずに帰ってしまい、心が折れそうになりますが続け尽くし、ついにその教えをこうに至ったと言います。その際憲法を学ぶのは常に当たり前のことを自然に行うだけである。川に水が流れ、空高く旗がはためき、波に揉まれる魚のように自然のままで、必ずしも形式を追求しない。形あるもの、あるものすべて彼のものであるが、技が至れば無心にして、まさに真偽となるのである。さらに木の力に対して、己の力は例えてみれば回っている駒のようなものだ。見たところ止まっているようで無力に見える。触って弾き飛ばされた時、初めてその力を理解し得る。それと同様に木の力は何十回何百回あなたに説明してもわからないだろう。しかし私と立ち会って木の力が少しは理解したと。だがあなたがその力を習得するには、実践の中から自ら悟るほど道はないのである。木の力とは、池の中に石を投げた瞬間、悠然と泳いでいた魚がピッと方向を転換するようなものであると語られ、実際に手を取ってもらった際は、君ね、この王光斎先生、体は随分小さいんだ。私が先生の手を握ると、あまりの太さにまるで子供の手を握ったような感じさえする。しかしその先生が稽古をつけてくれる時など、もう怖くて人間と思えないほどだ。何しろ組手をする時など私の方なんか見ないで、白目を向いて首は亀のように体の中に入ってしまう。私がつくとどのように受けるのか、手に取り持ちでもついてるんじゃないかと思うの。ピタッと吸い寄せばガタンと引っ張られる。すると私の体が引っさらわれる。頭に巻いたタオルが円盤のようにくるくると飛んでいく。首が痛いのなんだ。しかし先生は必ず体勢が崩れた私を支えてくれたと言います。王光斎は当時の修行者が外見の派手なものを好み、武道の本質を探求しないのを憂いていたという。権利を理解することなく表面上の動きにとらわれたり、あるいは真理にかなっていない型を習得してやたら派手に動き回ることを影集大と言ったといいます。これは花の拳に刺繍のような桃という意味で、武道としてクソの役にも立たないとのことです。王光斎は普段の何でもない稽古の中にその本質があると言われ、沢井健一曰く、うちの先生は昔田んぼの中で15年間も灰をやったというのだ。そのために体は細く、小柄だが腰回りはシマウマのように張っており、歩く姿はちょうどアヒルのようだ。性格も大変気強い。実の息子も武道を嫌い、商売に走るので自分のこと思わなかったほどだ。王光斎はその
多大なる功績、極めた権限を認められ、国を代表する使い手、国主と謳われ、北京郊外の大きな邸宅に住み、その生活は北京知事が全部見ていたという話。この邸宅には後に毛沢東が住み移り、弟子の数は1万人は下らないと言われており、その頃の中国で王光斎老師の名を知らない人はいなかったといいます。沢井健一がある日、王光斎のお宅にお伺いすると、王光斎は庭に出て屋根にいる鳩を一心に見ておる。私は先生の横にいても先生は鳩から視線を離さない。あまり一生懸命鳩を見ているので、私は不思議に思い先生に聞いた。すると先生は、あの鳩をよく見なさいと言う。鳩は歩きながら方向転換するとき、必ず尾っぽの方から動かすさ。武術に例えれば、鳩の尾っぽは我々の腰であり、すべての動作は腰から入らなければダメだと言われた。要するに腰が動いて手が動く、腰が動いて初めて体全体が動くというのだ。私は普段何の気にも留めなかった鳩にも学び取る先生にすっかり感心した。王光斎老師はこのように、生活の中ではまるっきり無心で遊んでいるように焦然としている。沢井健一曰く、完成された方のあれこれ、表面上の全ての動きは木に例えれば枝であり葉である。この枝と葉、根と幹がしっかりしていれば自然とできるとのことだ。つまりこの場合の根は我々の精神状態、内に秘められた己の力を得る。幹はしっかりとした足腰を握る。立前と肺はこの根と幹を作るようなものである。一見じっとした何でもないような稽古でも気の遠くなるほどの時間をかけ、歌詞を練ることにより信じられないほどの威力と完成された動きが自然にできるようになる。意識的な表面上の動きそのものよりも無意識の中から自然に湧き出る技、ここに大成拳法の極意がある。形あるもの、意あるもの、すべて彼のものである。技が至れば無心にして、まさに真偽となるのである。その拳法は一見、もしくは中国武術の精髄を集大成した拳法との意味で大成拳とも呼ばれ、さらにはその稽古の中枢をなす立践、担当は拳法の枠を超え、機構として健康を培い育むものとして多くの人の助けとなり、広く知れ渡り伝わっていったといいます。そして外国人唯一の弟子である沢井健一は、その意見を日本に持ち帰り、王光斎の許可を得て大気姿勢拳法と名前を変え創設し、それはつまり大気拳は大成拳である、誠に至るとは大成拳に至るということなのだと語りました。その沢井健一もまた現在の打撃系格闘技の父である極真空手の創始者大山正達と深い親交があり、現代の日本の武道、格闘技、そういったものに深い影響を与えた人物である。その発端である王光斎は、それこそ計り知れない世界中に影響を与えた大武術家、武道家であると考えることもできると言えるかもしれません。私はこれからもそのような現代の武術、武道、格闘技、そういったものの発端となる素晴らしい武道家、武術家、それを皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひ高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。